こんにちは。枕元の寝かしつけアです。本日は働きすぎの日中韓について分析していきたいと思います。日本は最近になってようやく働き方改革というワードが浸透し始めたが、働きすぎ問題は依然としてまだまだ多くの課題が残っているでしょう。近隣国の中国と韓国のハードさはもっと深刻で、若者の就労意欲の低下や出産率の低下などの社会問題を引き起こしている。せっかくなので、ここでその過酷さから生まれた中国の流行語を2つ紹介します。996。これは朝9時から夜9時まで週に6日間働くの意味で、つまり1日12時間労働。休みは週1日、日曜日だけという勤務スタイルです。内巻き。内は内部。巻きは競争の意味で、内部競争の激しさを表す言葉です。限られる資源の中で競争がますます激しくなり、みんな頑張っているから、自分も頑張らないと追いつけないという考えが、負の連鎖を引き起こしている社会問題です。なんで私たち東アジア人は、ここまでして働かなくちゃいけないのか。なんで欧米圏の人たちは、長い休みも多いし、のんびり働いてるのにやっていけるのか。毎日通勤中に満員電車に揺られながら、私は考えちゃうわけです。ただ単純に欧米圏は競争人口が少ないからではありません。今日は、この話題について内部的要因と外部的要因に分けて説明していきます。ちなみにこのチャンネルは、大人を寝かしつけるイメージで、寝る前に見る動画として、興味深い話をお届けしています。ちょっとした知識や物語に耳を傾けながら、眠りにつきたい方はぜひチャンネル登録をお願いします。東アジアの国々、特に日本、中国、韓国は、歴史的に儒家思想の影響を強く受けており、孔子をはじめとする中国古代の学者たちが提唱したこの思想は中、孔などの美徳が重要視されています。これは、家族や組織、国に対する尊敬や献身的な働きを強調するものであり、個人が自らの役割を全うすることを大切にする考え方です。その結果、仕事においても全力を尽くすという姿勢が期待され、たとえ無理難題を言われても、頑張ろう。期待されている印だ。それは後に自分の成長につながると受け入れてしまうのです。また、社会の調和や秩序の維持が優先されるため、団体主義的な価値観が強く、組織の一員としての責任や役割を果たすことも美徳とされています。内心は早く帰りたくても、定時に帰ると、不真面目に思われちゃう。たくさん残業した方が評価される。という深く根付いている価値観に阻まれるのもそのためです。近年では、労働者の健康やワークライフバランスの重要性が再認識されつつあり、企業文化や働き方の改革が進められていますが、なんとなく休むときに申し訳ない気持ちはどこかにあるのではないでしょうか。人々が働かなくても豊かでのんびり暮らせる国といえば、どの国を思い浮かべますか？ドバイ、サウジアラビアなど中東の国、または北欧のノルウェーやフィンランドなどではないでしょうか。中東は言うまでもなく、石油だけで世界中からお金が入ってきます。北欧の国々は石炭、森林資源、鉱石資源が豊富な上に人口が少ないので、一人当たりの GDP はアメリカよりも高いのです。つまり、資源に恵まれる国は、それだけで労働のストレスから解放され、なおかつ、高い生活水準を享受することができるのです。一方、日本も韓国も、特にエネルギー資源や鉱産資源が乏しい国として知られ、これらの資源に対する輸入依存度は非常に高いです。石油鉱石はほぼ 100%、天然ガスは 97%、石炭は日本の場合自国でも産出していますが、近年はその生産も減少しており、輸入依存度は 80% 以上となっています。
韓国は日本と似た状況にありますが、それに加えて、食料自給率も 45.8% と低くしている米は自給自足できるものの、それ以外の穀物、小麦と大豆はほとんど輸入に頼っていることで、世界的パンデミックなどの非常事態になれば、食料に関する主導権を失う危機に直面していますので、日本より深刻な部分もあります。一方、意外だと思われがちですが、実は中国もエネルギー資源の輸入大国です。石油、天然ガスにおいては自国の産出量もありますが、人口も多いため、その分消費量も多いです。特に近年、経済急成長に伴い、その需要がさらに増し、石油は 70% ほど、天然ガスは 40% 輸入しています。そして、世界最大の鉄鋼生産国にもかかわらず、2021年の鉄鉱石の輸入依存度は 80% 近くに上っています。このように天然資源が不足している日中間は、資源産業より製造業やサービス業など、付加価値が高い産業に力を入れる傾向が強く、これらの産業は、技術革新や高度なスキル、そして、労働者の熟練度が求められるため、どうしても長時間労働になりがちです。盲点といえば盲点かもしれませんが、日本、中国、韓国は経済成長期において、大なり小なり、欧米諸国、特にアメリカの政治的な牽制、制裁を受けてきた国です。今は米中貿易摩擦の真っ最中ですが、80年代の日本もプラザ合意によってバブルが弾け、失われた10年から失われた30年へと続く長期経済低迷に陥った。そして韓国はアメリカにとって地理的にも歴史的にも日本と中国を形成できる絶好な場所。そのため、アメリカは韓国の軍事力強化を支援しており、共同訓練や軍事技術の提供などを行っています。簡単に言えば、韓国はたくさんのお金を軍事費に使うことも、外交活動の一環と言えるでしょう。この GDP に対する軍事費の割合を示すグラフでわかるように、韓国は中国、日本を抑え、GDP の 2.88% も軍事費に充てています。もちろん北朝鮮対策の部分もありますが、人口5000万の国にとって、とても荷が重いでしょう。逆に考えれば、我々が強いから牽制されることになるが、だからといって諦めて流れに身を任せるわけにはいかないのも、儒教思想の影響なのかもしれません。苦しい時こそ、全力で頑張っちゃうから、この強い精神や姿勢が、過度な労働やプレッシャーを生む原因ともなっていると考えられます。日本、中国、韓国は文化的背景、天然資源の欠如、そして外部からの政治的圧力という3つの要因により、長時間労働と厳しい労働文化が形成されていると考えていますが、一概にいい、悪いで決めつけているわけではありません。物事は常に二面性を持っているように、どこの働き方も良し悪しはあります。大切なのは、私たち自身の働き方や生活スタイルを見直し、より良い未来を築くヒントを得ることです。働き方改革やワークライフバランスの推進を単なるトレンドや企業のパフォーマンスで終わらせない姿勢も重要です。そして、疲れたら遠慮なく休みましょう。さて、今回の動画はここまで。最後までご覧いただきありがとうございました。もしこの内容が興味深いと感じたり、新しい知識として有益だと思ったら、チャンネルの登録や高評価をお願いします。皆様の意見や感想をコメント欄でお待ちしています。次回も興味深いトピックでお会いしましょう。おやすみなさい。